はい、皆さんこんにちは、腰痛マンです。本日はですね、こちらのですね、スズキのソリオのご紹介です。以前ですね、何にもついてないマイナーチェンジ前の G グレードのご紹介をしましたが、今回はですね、2025年の1月にマイナーチェンジを受けました新しい、新型っていうんですかね、新型のソリオとなります。で、グレードはハイブリッド MX ということで、ちょっといいグレードとなってます。大きな違いとしては3気筒エンジンになったところっていうのが一番の違いかと思いますので、前回の G グレードと比べて装備がどういう風になっているかというところも踏まえて今日は見ていきたいと思います。はい、ではスタート。まずフロントですね。こちらですね、マイナーチェンジ前よりもメッキグリルの面積が大きくなっております。なのでイメージとしては先代のノアとかあの辺りのですね、あまりオラオラ感は強くないけど押し出し感はかなりあるというようなデザインとなっております。トヨタのルーミーと比べるとヘッドライトがこちらの方が大きいためか、ルーミーよりはマイルドなフロントフェースになっているかなと思いますね。サイドビューについては今回のマイナーチェンジでの変更点は多分ないと思います。四角い車なんですけれども、四角く見せたくないのか、サイドにはいろいろとラインが入っていたり、ルーフを後ろに向けて絞り込んだりしてますが、私としてはもう四角く見せちゃっていいんじゃないかなと思いました。カスタム系ミニバンを目指したのか、サイドシルにはエアロがついてて、バンパー下はエアロっぽいモールドになってますね。リアですね。リアもマイナーチェンジ前と変わっておらず、テールライトが楕円形になっておりますね。なのでフロントはカクカクとしてノアっぽい感じだったんですけども、リアは日産のデイズだったり、ホンダのステップワゴンみたいな、ちょっと丸っこい感じになってて、この辺がちょっとミスマッチかなっていうところは引き続き感じますね。全体的なスタイルとしましては、3列目を取ったミニバンというような感じの王道のスタイル。この小型ミニバンとしては王道のスタイルなのかなというふうに思います。私としては、ワゴン R ソリオという名前だった初代だったり、それのシボレー版のシボレー MW だったりっていうあれぐらいボクシーな形の方が好きですね、正直。じゃあエンジン見ていきましょう。はい、こちらですね、エンジンは今回 Z12E という3気筒エンジンになりました。先ほど少し走った感じだと低速からトルクが出てだいたい1500回転ぐらいで一般道を走り切っちゃうという感じのエンジンとなってて良かったですね。3気筒によくあるボロボロという感じの音っていうのはなくて、低回転なのでその辺りが目立たずに非常にいい感じでした。スイフトの時はもうちょっとボロボロしてたかなと思ったんですけど、その辺りが対策されているのがなかなかいい雰囲気でした。あと高速で回してどうかというところですね。でこちらですね CVT となってまして、愛信製の CVT、 小型車用の CVT が搭載されております。でボンネットには小さいですけれどもちゃんとインシュレーターがついております。でバルクヘッドのインシュレーターもちゃんとついておりまして、この辺りの対策はバッチリなのかなという風な感じとなってます。でこちらエンジンの底なんですけれども、すごいですね。全面に不織布のカバーが貼られております。なのでちょっと走ってた時ですね、結構静かだなと思ったんですけども、納得のフルカバーとなっておりますね。これいいんですけど、何かあった時交換する時、劣化とかで交換する時いくらぐらいかかるのかなっていうのはちょっと気になります。ボディ下までは不織布のカバーはないですね。ここは普通のアンダーボディとなっています。でサスペンション部分ですが、フロントのストラットの部分ですね、こちらスタビライザーが入ってますというところで、ストラット、普通のストラットにスタビライザーが入っているという形のサスペンションとなってますね。でリアサスペンションでございますが、こちらはトーションビーム、肉はトーションビームになってます。で4駆だと ITL、 アイソレーテッドトレーリングリンクタイプとなります。でこちらですね、リアもですね、肉はリアにもスタビライザーが入っております。このビームの中に1本棒が入ってて、これでさらにロールの
体勢強化を図っているというものとなってます。前回の G はフロントリアともにスタビが入っていなかったので、今回どうなるかっていうのはちょっと楽しみですね。で、リアサスの取り付け部分はオーソドックスな形となってますね。タイヤサイズについては165、65、15となっております。ブレーキはフロントがディスク、リアがドラムですね。はい、じゃあフロントシート乗ってきます。はい。シートは最初乗った時、ちょっと柔らかいかなというところはあるんですけど、腰掛けてみるとちょうどいいところで沈み込んで、その後は弾力のある層が腰とお尻を支えてくれるかなという形で、結構いい感じ、腰痛出なさそうなシートになってます。で、ここにアームレストもついておりまして、非常に快適に、多分快適に運転できるようになっております。で、ステアリングですね。ステアリングスイッチは一通りついてます。左側は音量とか音楽の送りのスイッチで、インフォボタンにミュートのスイッチ、このミュートのスイッチ結構便利なんでいいんですよねっていうのと、右側はクルーズコントロールですね。こちらは全車速追従式なんですけども、電動パーキングがついてないので停止補助まではやってくれないタイプとなってます。止まって2秒ぐらいでブレーキ補助が切れるタイプとなってます。で、チルトだけ、こちらチルトだけですね。で、メーターはセンターメーターとなってて、遠いんですけど、このインフォボタンとここにあるオドトリップボタンで切り替えができるようなものとなってます。はい、メーターについてはこちらですね、自発光式で非常に見やすくなってます。で、いろいろと横 G だったり何だったりっていうのをいろいろ見られるようなメーターとなっております。で、シートはハイトアジャスターがついてまして、はい、ここまで上げますとボンネットが端までちゃんと見えるようになってますね。で、やっぱ頭上空間もですね、ハイトワゴンだけあって全然余裕ということで、頭がつっかえるということはなく、あとはスタイリングを調整すればポジションは問題なく取れるかなというところですね。で、一番下下げて、シートを一番下にした時でも私の座高90センチであればちゃんとボンネットが見えるという状態となっておりますね。なんで非常に四角くてボンネットも見えて長さも4メートルないということで、非常に運転しやすい車なのではないかと思います。よし、じゃあリアシート乗っていきます。はい、リアシートは乗り込みはしやすいですねというところで、そこまでステップも高くないし、ここグリップもあるしということで乗れます。ちょっとシートバックが低いかなということがあるので、こちらはヘッドレストを上げます。座面はフロント同様ですね、腰がある感じで結構いいです。これだとしっかり座れて腰痛も出なさそうですね。もうちょっとシートバックが高ければ文句なしかなというところでした。こちら一応5人乗りになっているので、ここにバックルがあります。なので、ここからシートベルトを引き出しまして、こうしますと真ん中の人も乗れるようになりますが、ちょっとここシートの端っこなんで硬いですねと。お尻が硬い、背中も硬い。ただ腰痛持ちにはこれはこれでいいのかなと思うんですけども、ただセダンとかと違って座れなくはないですね。足元も広いので非常にいいのではないでしょうか。ただしシートスライドすると真ん中の人はわけわかんないことになっちゃうので、ここは注意が必要ですっていうか、こんなことしないか。はい。でいつもこれ
ここのバックル外す時って便利になりませんかねというところですが、はい、ではですね、気になるシートのサイズなどなど測っていきます。座面は48センチですね、普通サイズです。で、高さは40センチということで結構アップライトに座らせてます。で、足元空間は47ということで、まあ広いというところですね。で、一番前にシートをスライドさせた時の足のスペースは30センチということで、シートスライドは17センチ、170ミリぐらいです。なんか取れたぞ。マジかよ。で、あとはこちらリアシートのアームレストが独立式でついてますので、非常にかけ心地よく快適に肘をかけるということができます。はい、こんなとこですかね。じゃあはい、じゃあドアですね。ドアこんな感じです。ハードプラとなってまして、でアームレストの部分はファブリック張りなんですけれども、ちょっと硬いかなという印象です。K だともっとここがえぐり込んであって肘がフィットするんですけども、こっちのソリオだとちょっとここが浅いかなというふうに思います。で、あとはここにですね A4 の書類が入る部分とドリンクホルダーがついております。インパネル質感につきましては半艶消しのしぼしぼ感があって結構いいですね。で、あとはアクセントというところでこのブラウンというかグレーというかそういう感じの火色がついております。で、このオープントレイの部分についてはドアトリムもそうなんですけれども、若干暗いブルーという色のパネルになっております。ステアリングの右側にはエンジンのスタートストップスイッチと各種のボタンでトレイがついております。フロントのこの部分には財布とかスマホを入れられるトレイがついております。こちらフルオートエアコンになっております。で、ここには USB のタイプ A とタイプ C がそれぞれついておりまして、ここはアクセサリーソケットになっております。こちらの一番下の根元の部分には結構大きめのトレイがあります。ペットボトルは入るけども閉まらないというものですね。で、このようにですね、左右のシートにはシートヒーターがついておりますね。なんでこちらウォークスルーができます。ちょっとアームレストが邪魔なんですけど、フロントアームレストが邪魔なんですけど、こんな感じで前席と後席の行き来ができるので、雨の日などの運転手交代、前後の交代っていうのが楽にできるようになっております。で、前席の右と左の端っこにはドリンクホルダーがついてます。フラップなどはついてないんですけども、エアコンの風が直接当たることがなくて非常に良いですね。で、こちらグローブボックスとなっております。サイズとしては普通ですかね。で、こちらですね、助手席のシートの下にはワゴン R の系譜の車には絶対にあるこちらバケツがついてます。バケツというかもう持ち運び可能なトレイみたいになってますけど、がついております。じゃあリアシートのユーティリティなんですけども、まずはこちらですね。こういう形でシートバックテーブルがついてます。で、使わないときは、閉じてるときはここがコンビニフックみたいになっているということですね。助手席の裏には運転席同様ですね、こちらシートバックテーブルがついているというところと、このシートバックポケットもついています。運転席側にはこちらついてないです。ドアにはこちらドリンクホルダーが
ついているというところになってて、非常に便利に使えますね。あとはこちらロールサンシェードついております。窓は半分まで開きます。あとリアなんですけども、右の運転席の後ろ側には後席用のアクセサリーソケットがついております。じゃあ荷室を見ていきましょう。はい、荷室はこんな感じとなっております。見るからに結構広いということで、買い物かごは2つ乗りますね。余裕で一番シートが後ろの時でも買い物かごが2つ乗ります。縦にも置けるのでリアゲートに干渉することなく閉めることができますね。非常に良いのではないでしょうか。じゃあこの時の荷室の長さを見ていきましょう。で、縁の部分までで53センチとなっております。で、幅がサスペンションの部分まで1メートル5センチとなっておりますね。さすが普通車ということで、なかなか広い荷室となっております。で、シートをですねスライドさせてみますかね。ここの肩口のノブを押すことでスライドができますね。一番前までシートを持っていった時の荷室の長さは 69.5、約70センチとなってますね。なんで17センチぐらいスライドするという車となっております。で、シートをですね倒した時、リアシートを前に倒した時の荷室のサイズを見ていきたいと思います。あら、これスライドか、どっちか分かんなくなっちゃうな。肩口の内側のノブを引くとこのようにフルフラットな荷室になります。で、この時ですね荷室の長さが135センチですね。で、斜めの長さが166センチとなってまして、やっぱ広い、軽より一回りは広い荷室となっております。で、こちら戻すときはここからシートを上げまして、で戻すというやり方となっております。で、こちらですね荷室下のスペースについて見ていきましょう。で、こちらびっくりするぐらい広いスペースが隠れております。スペアタイヤを入れるところだと思うんですけども、こちらはパンク修理キットになってますので、この部分は全部開いている状態ですね。で、ここの高さがだいたい31センチか。で、幅が使える幅が67センチ、奥行きが54センチということで、なんということでしょう。なんかいろいろ置けそうですね。洗車道具だけじゃなくて車で常備しておくものなら余裕で置けるスペースとなってますね。はい。で、ちょっと高さ測り忘れたので高さ測ります。荷室の高さですね。このラゲッジボードを置いた時の荷室の高さは97ですね。97センチなので、ラゲッジの下を開放すると30センチほどプラスされますので、120センチぐらいの高さのものを立てておくことができますね。で、あとはラゲッジボードの裏、この部分ですね。
ちゃんと音がしないように、滑る音がしないようにフェルトが貼られているという気配り、スズキらしからぬ気配りがされております。でここにはですねコンビニフックがついております。でさらにこっちで反対側にはコンビニフックはないんですけども、このようなラゲッジランプがついてます。はい、以上荷室となりました。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、ポッキュポッキュ、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。ただいま一般道を走っておりますが、まず感じるのはですね、走り出しのトルクが非常に強くなったなというところですね。同じエンジンのスイフトの時はそこまで感じなかったんですけども、こちらのソリオはですね、かなり発進トルクが力強いです。60キロぐらいまではこの力強さのまま加速していくので、だいたい街中だとですね、1500回転以下ぐらいで走り切ってしまいます。なのでエンジン音は非常に静かなまま走ることができます。ロードノイズも非常に静かなので、なんというか一昔前の高級車的な感じで、乗れますね。4代目のフィットもそうなのですが、こちらもですね、コンパクトカーもここまで来たかという感じの静粛性があります。最近の軽もだいぶ静かになりましたが、コンパクトカーはそれ以上に静粛性の進化が進んでいるなという感想です。で、このような狭い道なんですけれども、5ナンバー未満のサイズなのでですね、で、あと車が四角いっていうのがあるので、そんなに気を使うっていうほどでもないかなと思います。乗り心地としましては、なんだろうな、なんか不思議な感じだな。段差があるところでは、それなりにどしどしわなわなするんですね。なんか足が硬い車みたいな動きをするんですけども、路面のうねりがあるところではボワンボワンして、足が柔らかいような車の動きをするかなというところがあります。なんでですね、なんと私の感想としては、なんで言えるのは、腰がある足回りじゃないなというところです。なんでしょう、なんというかこう、スイフトとか、なんかこう、欧州車みたいに、こう、なんかこう、ダンパーの動きがあんまり質感を感じないなっていうところの動きをするなっていうのが正直あります。一時停止です。アイドリングストップカーの復帰が日産の車に比べるとちょっと遅いかなというところがありますね。最近のスズキ車で私同じことずっと言ってるような気がしますが、その辺が少し気になりました。パワーステなんですけれども、パワーステはすごく普通かなというところですね。特段感動するようなフィーリングもなく、普通のパワーステ。ちょっと戻りが遅いかなっていうところのある普通のパワーステ。私としてはかっちりした車が好きなんですけど、この車はまあまあ緩いなと。悪くはないんですけどね。好みではないかな。というわけで、山坂道の下りへやってきたのである。思った以上にロールせずに曲がってくれますね、この車。意外と踏ん張る。さすがにスタビが両方入ってるだけあって、切り返す部分も
それなりについてきてくれるので、そんなに怖いとかやばいっていう感じは受けなくて、しっかり走れますね。やっぱこの車よくわかんないな。不思議だな。若干ロールはさすがにこういう急カーブだとしますけども、そんなに気にならない。これは面白いというか不思議というか、一般道だと結構ボワンボワンボヨンボヨンしてたんですけど、こういう道になると結構しっかりしてますね。なんで前回のダイハツムーブとは逆ですね。なんで一般道だとムーブの時は峠も行けそうだなと、山坂道も行けそうだなと思ったんですけど、ちょっとロールがすごいなというところがありましたが、こちらは一般道でも結構快適な足を提供してくれて、さらに山坂道でも行けるというところでいいですね。ただこうカーブで踏ん張るときにセンターコンソールの尖ったところに足が当たっちゃうので、もうちょいなんかこうクッションみたいなのが欲しいというか、平たい膝を当てるスペースが欲しいですね。ブレーキもかなりかっちり効いてくれるので、こういうカーブの手前で踏んでギュッとフロントを沈める感じでそのままコーナーに入っていくというのがやりやすいですね。ただパワーステはある程度自分で戻したり切ったりしないといけないかなっていうのはありますね。結構パワーステの反応がだるい。カーブで手をパッと離した時にスポンと戻るような感じではないパワーステになってますね。というわけで山坂道を上りにやってきました。かなり力強く登ってくれますね。4気筒だからなのか新しいエンジンだからなのかっていうのはちょっとわかんないですけど、この辺はあんましこの、K によく乗ってることもあるんですけど、ドギャーって回して登りますというような感じがなくてよろしいですね。アンダーイヤーっていうほどアンダー出ないな。ちゃんとススッとコーナーを抜けられる、思ったラインを描いてカーブを抜けられるので、すごい走りやすいですね。こんだけ背が高くてスライドドアを持っている車とは思えないぐらい走りやすいです。こういうとことかね。で、ちょっと切り角が足りなかったなと、ハンドル切る分が足りなかったなと思って増し切りしてもちゃんと車がついてくるというところで、この辺レベルが高いなって思います。なのでトルクがあってかつ曲がる性能も高いので、非常にコントロールしやすい車になっております。半分ぐらい踏んだらもう必要なトルクがブッて出てきて登ってくれて、でカーブもちゃんと思ったように曲がれるというところがあるので、これはですね、中山間地域に住んでいる方はこの車いいかなと思います。なんで結構というかかなりレベルが高い仕上がりになってます。山坂道だと。そういえば前ワゴン R 現行の MH 何でしたっけ、現行の6代目ワゴン R の FZ に乗った時も確かこの道通ったと思うんですけども、その時もしっかり曲がってくれるっていう感想だったですが、こちらのソリオも同じですね。やっぱバイクも作ってるだけあって、こういう道を走るということに関してはちゃんと作り込んでるなというふうに思いました。はい、では一般道じゃないや、高速道路ですね。以前スイフト乗った時は高回転まで回した時のエンジン音がなんか変な感じだったんですけど、このソリオではどうなってるかですね。
というところで、確認していきたいと思います。この先、本線に合流します。はい。はい。結構早いんじゃないでしょうか。と思いました。で、このまま100キロ巡航します。直進安定性については思った以上にフラフラしますねというところですね。直前に乗ったムーブの方が安定してたなーっていうところはあります。意外に、今日そんなに風がないんですけど、風がないはずなんですけど、ちょっと足元部分が少し不安定かなというところがあります。で、一方ですね、ロードノイズについてはかなり静かかな。今エンジンが2000回転ぐらいで回ってますけど、そっちの方が入ってくるかなというところですね。静粛性についてはすごくレベルが高いです。風切り音がちょっとしますけども、ロードノイズでエンジンノイズについてはかなり抑えられてるかなというふうに思いますね。今100キロで東名走ってますが、東名のこの荒い路面だとさすがにちょっと音がしますね。で、こちらですね、G の時感じた柔らかさっていうのはやっぱりあって、それをスタビライザーで抑えてる、このグレードだとスタビライザーで抑えてるのかなという感じの乗り心地になってます。なので、100キロぐらいで道路のうねりとか乗ると、グワングワンとこう前後左右に動くかなという動きをしますね。なので、ちょうどいい塩梅ですけど、若干柔らかめの乗り心地なのかなと思います。じゃあ120キロ行きます。120キロの加速もかなりスムーズにできて、なかなか速いですね。で、120キロにするとですね、まず感じるのは風切り音じゃないや。風切り音がかなり大きくなります。一気に目立つなというような感じです。ロードノイズなどの下からの音が静かなだけに、上からの風切り音がかなり目立ちますね。それでも全体としてはかなり静かな方です。で、ちょっと今上り坂ですけれども、少しアクセル踏み増しをすると、それですぐ120キロ戻れるので、この辺は楽ですね。で、今エンジンは3000回転前後で走っておりますね。スイフトの時だとちょっとミョーンっていう音が入ってきてたんですけど、今回のソリオだとそういうこともなくて、スイフトの時のあの音は何だったんだろうっていうぐらい普通に走ります。で、段差を乗り越えた時の衝撃はそこまで来ないですねというところで、足はちょうどいい感じ、一般道でも感じましたが、ちょうどいい感じなのかなと思います。でもやっぱり120キロに、踏み込むとなかなか勇ましい3気筒的な音がしますね。で、
風に、で、この時の直進安定性なんですけれども、先ほどの100キロの時よりはふわふわしないかなという形です。不思議なもんですが、120キロの方が安定しているように走りますね。120キロの方がフラフラしなくて走りやすいです。ただあれですね、前後にゆっくりピッチングしてるような挙動があるなというところがちょっと感じます。静かになんですけど、前に後ろに少しこう沈んだり浮いたりっていうのを繰り返してるかなというところがありますね。例えば90キロぐらいでのんびり走っております。これぐらいのスピードになると走りやすいですね。はい、90キロぐらいだとちょうどよく走れますね。なんで長距離走るのはこれぐらい、90キロぐらいでクルコン入れてゆっくり走るのが良さそうです。今回 166.1 キロ走って燃費は 18.2 キロリッターとなりました。マイルドハイブリッドがない G グレードが 17.5 キロリッターでしたので、それよりもプラス 0.7 キロ良くなっております。これがマイルドハイブリッドによるものなのか、エンジン3気筒化によるものなのかっていうのはちょっとですね、不明ではあります。はい、今日のまとめですね。本日はソリオに乗ってまいりましたが、私の独断と偏見ですが、こちら4点 80% ということでございます。途中まで3点かなと思ってたんですけど、山坂道走ったらしっかり走ってくれたので、これなら全然いいかなと思いまして4点ということにさせていただきました。で、こちらの車ですね、一般道では柔らかめの足回り、優しい足回りとなってまして、ちょうど良い真ん中からやや柔らかめの方に寄ってる足回りなんですけど、山坂道ではしっかり走るっていうですね、不思議というかスタビライザーのおかげなのか、縦は柔らかめで横の動きはかなり制御されてるかなっていう感じの乗り心地になっております。高速道路はもう少し落ち着いた足でもいいかなと思いました。そこがちょっと惜しかったですが、全体的にはこんだけの広さ、スペースを持ってかつしっかり走るっていうこともできる車になっているのでいいと思います。で、3気筒になってどうなのかなと。スイフトの時にエンジン回すとっていう感じがあったんですけど、こちらのソリオではそういうのもなくなっているので、これは非常にいい車なのではないかと思いました。軽がどんどん高くなってきていて、であれば税金は若干高いですけれども、トルクの面、サイズの面で余裕のあるこういうコンパクトカーっていうのを選ぶのも悪くないんじゃないかなと思いました。はい、ということでですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価いただけると幸いです。では次の車の動画やガジェットの動画でお会いしましょう。さようなら。